斉藤浩平さんと最近左派弱くなってるよね問題っていう話をしたんですけど、で、それがなぜ起こり得るのかなっていうのをちょっと考えてたんですけど、左派の人たちって政治運動をコミュニティにしがちなんですよね。なので、みんな仲良く友達同士でやっていることなので、そこで批判をするということ自体はもう悪いことであると。例えば地元の町内会とかで全員の話を聞くことが大事で、目的のためにこうするべきだよとか、この方法は間違ってるよとか、足引っ張るやつは追い出した方がいいよとかっていうのをやっちゃダメなんですよ。コミュニティだから。なので、みんなが同じことをやり続けて、参加してることが大事だよね。参加して続けることが大事だよね。という価値観になるんですよ。で、結果として何かを達成することというのが後回しになっちゃうっていうところが割と政治運動、左派コミュニティは多いなと思ったんですけど、右コミュニティも結構これあるんですよね。言い方は悪いと思うんですけど、例えば玉上さんって毎回東京都知事選出てるんですけど、もう多分玉上さんの支持者も都知事には受からないよねって分かってやってると思うんですよね。もう前回の得票数これぐらいでしたってのが分かってて、じゃあ 1.5 倍増えたとしても、都知事には絶対届かないよねって分かってやってるんですよ。で、日本第一党の人とか、桜井誠さんとかもそうだと思うんですけど、で、多分そういう考えを持っている僕たちというのが定期的に集まって街頭演説とかをして、これだけ仲間がいるんだって騒ぐということが大事で、選挙で勝つということが目的にもうなってないんだと思うんですよね。もちろん口先では言うんですよ。選挙で勝つのが目的ですよって。でももう勝てないよねって多分もうやってる人たち全員分かっちゃってると思うんですよね。っていうところが割と政治運動自体がコミュニティなんだよなっていう気がするんですよね。左派とか右派とかでもコミュニティ系の人がいるんですけど、で、コミュニティじゃない政党というのもたまにあって、なのでコミュニティじゃない政党でいくと、自民党って政権を取ること自体を目的にしてるので、違う思想の人とかがいたとしても、もうそれは許容しちゃうんですよ。なぜなら政権を取りたいから。過半数の政治家を集めると与党になれるんですよ。なので、違う考えの人というのを排除すればするほど、国会議員の数は減るんですよ。要は国会議員の中で、同じ考えの人だけ集めようぜっていうと、過半数満たないよねってなると、自分たちの考えとは違う国会議員を仲間にしないと与党になれないんですよ。なので、仲間じゃないやつも、とりあえず同じ政党に入れてしまうっていうのをやってしまうのが、割と自民党の強さなんじゃないかなと思うんですけど、コミュニティで宗教って言い方をしたんですけど、政治運動は宗教じゃねえよっていう宗教に対してのアレルギーがある人って結構反発しがちだと思うんですけど、基本的には特定の考え、思想のものとに集まってる組織というのは宗教であるというふうに僕はみなしてるんですよ。宗教法人法的には教祖がいるとか、経典があるとか、聖地があるとかあるんですけど、それとは別にして、何らかしらの考えでこれが実現したらいいよねという考え方自体が僕宗教だと思うんですよ。外国人も含めて日本にいる人たちが平等で幸せな社会の方がいいよねと考える左派の人たちの考え方。これも思想で考え方なので、それは同じ考え方の人たちというのが集まるのは僕宗教という定義でいくと宗教だと思ってるので、なんでそれ宗教だよね。で、右側の人たちだと、夫婦別姓は良くないよね。夫婦は同じ名前で父親が敬われるというのがあって、法律とかルールとか置いといて、年上の人たちが言うことに若者は従うべきであるという価値観を植え付けていきたいっていう伝統的な保守と呼ばれる人たちも、それも僕宗教だと思うんですよ。法律上別に年上だから偉いとかって一行も書いてないんですよ。正しいかどうかと年取ってるかどうかは全く関係ないというのが一応現代の科学の考え方なんですけど、とはいえ年取ってる人の方が正しい、年取ってる人は敬われるべきであるという思想を植え付けるべきであると考える人たちっていうのが右に多いと。で、その人たちもやっぱり僕宗教だと思うんですよね。じゃあ、なぜそのコミュニティ宗教を右側与党というのをやらなくて他のところはやってるのかっていうので、結局勝つためにはコミュニティであることを諦めなければいけないと思うんですよね。仲のいい人たちでグループを作った方が気持ちいいよね。でも仲のいい人たちだけじゃやっていけないよね。なので分かりやすい例でいくと、高校とか中学校とかもそうなんですけど、偏差値で入学試験で入る人たちを決めるじゃないですか。勉強のできるやつだけを俺たちのコミュニティに入れて、勉強のできないやつを排除するっていうのをエリート校と言われるところを大学もやっていて、で、その結果としてある程度合理的な論理的な話ができる人たちだけで物事を仲間を作って進めていこうっていうところがコミュニティとはちょっと違うところなんですよね。で、そういう学校とかの方が、そういう学校だったり、もしくはじゃあ大学卒業して会社に入りますっていうのも、大学の成績がいいやつ入れた方がいいよねとか、大学でこういう活動してた方がいいよねとかっていう、利益を上げるだったり、じゃあこの会社でこういうサービスを作るという目的のためには、こういうスタッフがいるよねっていう形で排除をするんですよ。なので会社っていうのは基本的には利益を上げるという目的があって、そのために排除が必要である。で、その結果、排除をきちんとやってる会社の方が、やっぱりうまくいくんですよね、結果を出す。
排除の中には使えないやつをクビにするっていうのも含まれるんですけど、なので結果を出すためにやっぱり排除をするだったり、そもそも無能なやつを入れないとか、有能じゃなくなった人を排除するというのが結果を出すために必要なんですけど、ただコミュニティでそれをやっちゃうと敵がどんどん増える、仲が悪くなってしまうんですよ。すごい一生懸命頑張って20年ぐらいやってるけど、でもこの人無能だからもうこのコミュニティから排除した方がいいよねっていうのは会社だと成立するんですけど、政治運動とか宗教とかではそれは認められないよねってなってしまうので、そうするとじゃあ目的ではなくコミュニティの存続自体が何かを達成するという目的ではなくて、コミュニティの存続自体がもう目的になってしまうので、そうすると何かを達成するが後回しになっちゃうんですよね。政治運動として、例えばその米軍基地を減らすっていう政治運動だったはずなんだけど、もう米軍基地を減らすというよりも、そのコミュニティの人たちが仲良く同じことをし続けるということ自体が目的化してしまうっていう。で、その目的化自体が別に悪いことかというとそういうことでもなくて、創価学会っていう宗教があるんですけど、創価学会っていうところが公明党っていう政党を作っていて、公明党に所属している国会議員全員創価学会員なんですよね。なので宗教の人なんですけど、確か幹部かなんかがインタビューで言ってたやつだと思うんですけど、創価学会って、そもそも政治の宗教分離とかあるんですけど、じゃあなんで選挙やってんのっていうので、創価学会本当は別に選挙そんなに頑張って与党にいる必要ないと幹部も言ってるんですよ。じゃあなんで選挙の時にあれだけ頑張るかっていうと、選挙の運動自体が目的なんですよ。選挙があるたびに創価学会の人たちが集まって、年取った人が集まって、昔の同窓会とか卒業アルバムとかをこう調べて、中学の時の何々だけど元気みたいなことを突然言い出して、今回の選挙誰に投票するの？もし決めてないんだったら私が応援するところにこう投票してほしいんだけど、みたいなのを同級生に片っ端から電話をするみたいなことをやらせるんですよ。で、これが目的なんですよ。本当に選挙に勝って政治家を送り込みたいんじゃなくて、宗教に所属している人たちが、じゃあ俺は20件電話かけたよ。じゃあ俺30件電話かけるわとか、電話かける友達いないんだよねとか言ったら、じゃあこういう形で連絡先貸してあげるからこれやってよみたいな形で、目的に対してみんなで努力をするということをやるということ自体が目的なんですよ。で、結果として選挙に勝ったら、それはそれでいいよねと。でも選挙に勝たなくてもいいんですよ。創価学会のメンバーがみんなで何かの一つの目的に対して、その支部ごとに、北区だったら北区の支部とかに応援する候補がいて、で、中国だったら中国の支部に応援する人がいてっていう、各地域ごとに自分たちの代表を勝つために努力をするという運動自体が目的である。っていうので、結果として与党まで行っちゃったんですよね。それなりに強いので。なので、そういうところで宗教とかコミュニティであるという政治運動がそれ自体で悪いというわけではなくて、それはそれで結果を出して勝つこともあるっていうのがあるんですけど、なので、そこまで強さを持ってるんだったら、宗教コミュニティという形の政治運動もいいし、宗教コミュニティで結果出せないよねっていうのであれば、自民党みたいな考え方とか敵でもとりあえず仲間にしちゃって、数で攻めていくみたいな。っていうやり方のどっちかじゃないと、やっぱりその、政治運動の目的というのは達成できないんじゃないかなというふうに思うんですけど、でも宗教やっぱね、無料の労働力があるから強いんですよね。与党にいる必要は本来ないんですよ。だから昔から自民党と公明党って昔は仲悪かったんですよ。宗教が政党を持ってるのをいかがなものかっていうので、自民党がバンバン公明党を攻撃してたんですよ。ところが自民党が単独でもう与党になれなくなったので、どっかと組みたいと。で、与党に入れるときに、実は公明党ってイデオロギーそんなにないんですよ。宗教として信者の人たちが幸せになるのが目的なので、めちゃめちゃ右の思想もないし、めちゃめちゃ左の思想もないし、どちらかというと、今まで通り人が幸せなまま生きていった方がいいよねっていう、結構ね、政策としては、ものすごく中立なことを言ってたりするんですよね。福祉系のところにはちょこちょこいますけど、宗教貧乏な人多いので。っていうのもあって、自民党としては別に公明党と組んでもそんなに大して自分たちの政策変える必要ないよねっていうのもあって、組みやすい。で、組んでしまうと、無料の運動員がめっちゃいるので、なので便利っていうことがあって、本来宗教が政党を作って、政党として活動するのはいかがなものかって言ってたにもかかわらず、与党にしちゃうっていう。それはどうなのかなと思っていて、僕、その宗教団体が政党を持つこと自体はどうかと思ってるんですよ。結局人それぞれ洗脳されているという言い方がいい悪いもあるんですけど、自民党に投票している人は洗脳されてないのかとか、立憲民主党に投票しているか洗脳されてないのかっていうと、それもまた微妙なラインではあると思うんですけど、少なくとも宗教のリーダーがこうしろって言って、じゃあそうしますっていう人たちが投票行動にするってなると、宗教って選挙に対して強すぎちゃうんですよ。
なので、ある種のなんかこれは強すぎるからやっちゃダメだよねっていう裏技みたいなものなので、なので宗教が政治活動するというのを認めるのは僕は良くないんじゃないかなと思ってるんですよね。政教分離っていうものがなぜ生まれたのかっていうと、宗教が強すぎてしまって、で、宗教の考え方というのを法律にしてしまうと、宗教と政治というのは完全に合致してしまって、めちゃくちゃ強い状態になりすぎちゃうっていうのがあるんですよ。で、そうなると、じゃあ教育とかにも手を出して、自分たちの宗派が正しいよねという教育にしましょうみたいになっちゃうと、そうなっちゃうっていうのがあって、強い者同士で政教分離っていうのを言わないと、組んじゃうんですよ、宗教と政治は。なので、宗教と政治を組ませてはいけないよねっていうのが、大失敗をしないためのルールなんですけど、でもそれをやっちゃってるのが今の日本なんですよね。なのでどうかなと思うんですけど。ナチスは別に宗教ではないんですけど、ドイツの中でこうした方がいいよねっていう思想があって、権力を持ちすぎちゃったせいで、もうナチスにあらずば政治家にあらずみたいな感じで、何かの政治的な活動をするんだったらもうナチス党に所属してないと、全く活動できないよねって、中国の共産党もそうなんですけど、共産党に所属してないと、全く政治的な活動できないよねみたいになっちゃうっていうのがあるので、強くなりすぎる問題があるので、僕は宗教というのは政治をやるべきではないんじゃないかなと思ってるんですけど。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。